お手元に配布していると思いますが、本日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、私から新型コロナウイルス感染症に関する今後の取り組みについて説明をいたしました。そして、本部で決定をされたところでございますので、その内容についてご報告を申し上げたいと思います。新感染者数については、ここ最近、徐々に減少傾向にあり、もちろん引き続き警戒は必要でありますが、専門家からは積極的に検査を実施して、クラスター感染の対象を捉え、早期に対策を講じたことが、感染拡大の抑制につながっているとの評価もいただいているところでありました。なんといっても、やはり医療現場等の前線において、感染リスクがある中でですね、治療や、あるいは感染防止に当たっていただいております医療従事者の方々はじめ、多くの関係者の皆さん方の努力の賜物だというふうにも賜物だと思っております。改めて感謝申し上げたいと思います。また、国民の皆さん方においても、3密をはじめですね、さまざまな行動において、感染防止を意識をしていただいて、そして新たな生活様式に取り組んでいただいて、そのことに感謝を申し上げたいと思います。そうした中、新型コロナウイルスに感染された方々の状況の分析、これは取り組みの1ページ目等にも書いてありますが、若年層をはじめ感染者のうち8割の方々は、軽症または無症状のままで治癒をされている。その一方で、高齢者や基礎疾患を有する者を中心として、2割の方々は肺炎症状が悪化をし、さらに5% 程度の方々は人工呼吸器管理などが必要になるとされるということであります。こうした新たな知見などを踏まえますと、この感染症を過剰に恐れず、社会経済活動を停止させるのではなくて、メリハリの効いた対策を効果的に講じていくことによって、重症者や死亡者をできる限り抑制しつつ、社会経済活動を継続することが可能になるとされております。こうした考え方のもと、今後の季節性インフルエンザの流行期も見据え、重症化するリスクが高い高齢者や基礎疾患のある方への感染防止を徹底するとともに、医療資源を重症者に重点化していくこととしておりました。今回、そうした考え方に沿って、この取り組みにおいては7つの柱でまとめさせていただいておりますが、今日は政策目標と絡んで説明をさせていただきたいと思います。お手元にこの紙があると思います。大きく5つの政策目標を掲げさせていただいておりますが、まず1点目の高齢者や基礎疾患を有する方への感染防止の徹底ということであります。そして医療資源を重症者に重点化し、高齢者をはじめとした感染者の命を守るということに全力を挙げております。7つの取り組みの中で、黒文字で書かれたものがそれに関連する施策であります。まず1つ目の点については、お手元のあれがないよ、もの自体がないよ。この新型コロナウイルス感染症に関する今後の取り組みという中について申し上げれば、2ページ目の1の丸でありますけれども、具体的に医療提供体制について、軽症や無症状の方には宿泊療養や自宅療養での対応を徹底し、医療資源を重症者の治療に重点化をしていく。それからもう1点、感染症法の権限の運用についても、指定感染症という位置づけは維持しつつ、政令改正も含めて検討し、こうした方向性に合ったものに見直しをしてまいります。感染法上の指定感染症については別途資料をお配りをしていると思いますが、参考資料のこれですね、これの1ページ目でありますけれども、感染症法に位置づけられていない感染症は、指定感染症として具体的な感染症名や講ずることのできる措置を個別に政令で指定でき、また新しい知見を踏まえて政令改正による講ずることができる
政令改正により、講ずることができる措置の変更が可能とされているわけであります。こうした点を踏まえて、先ほど申し上げた見直しを図っていきたいと考えております。また、検査体制についても、重症化するリスクが高い高齢者への感染を未然に防ぐため、積極的な検査を実施をしていくことにしております。先ほどのこのページ目の2つ目の検査体制で抜本的な拡充の2つの黒丸であります。記述としては3ページ目の2の2つ目と3つ目の丸にかかる話でありますが、1つは感染者が多数発生している地域などでは、その期間、医療機関や高齢者施設等に勤務する方や、入院・入所者を対象に症状がなくても定期的に検査を実施する。また、市区町村において、個人の希望に基づき、一定の高齢者や基礎疾患を有する方に検査を行う場合には、国が支援する仕組みを構築し、そうした検査も進めていきたいと考えております。それから2点目が、黄色の部分でありますが、秋冬のインフルエンザ流行への備えであります。黄色い文字で書かれておりますが、秋冬にかけて季節性インフルエンザの流行期が到来し、発熱等の症状を訴える方が大幅に増え、検査や医療需要が急増することが見込まれております。こうした中で、検査体制、医療体制をしっかりと確保し、安心して医療機関を受診していただけるような体制を構築していく必要があります。具体的には、3ページ目の2の1つ目の丸ではありますが、季節性インフルエンザの検査の需要は1シーズンで約2000万から3000万件と見込まれております。新型コロナウイルスの検査についても、地域の医療機関で簡易かつ迅速に行えるよう、抗原簡易キットの生産をメーカーに対して要請をし、1日平均20万個程度を確保していきたいと考えております。合わせて PCR 検査や抗原定量検査の機器の整備を促進し、その時点における最新の検査手法を活用しながら、必要な検査体制の確保を図ってまいります。もう1点、4ページ目の1つ目の丸の部分にかかるわけでありますが、発熱患者の方が帰国者接触者相談センターを介することなく、かかりつけ医等の地域で身近な医療機関に直接相談、受診し、必要に応じて検査を受けられる体制も整備をしてまいります。3点目は、感染拡大防止と社会経済活動の両立、これ緑の部分であります。1点目は一番下の国際的な人の往来にかかる部分でありますし、本文で参りますと6ページ目の7発ということになりますが、国際的な人の往来を部分的、段階的に再開していけるように、入国時の検査体制について、9月には1万人超の検査能力を確保してまいります。合わせてビジネス目的の出国者が、検査証明を迅速に取得できる仕組みを10月を目標に構築をしていきたいと考えています。それから3ページ目の2つ目の丸にかかるところでありますが、地域の感染状況を踏まえ、感染が確認された店舗に限らず、地域の関係者を面的に幅広く検査することで、感染拡大を未然に防ぐような対策も進めてまいります。また4ページ目の4発の1つ目の丸になりますが、すでに新型コロナウイルスの治療薬として活用されているレムデシビルやデキサメトゾンの供給確保を図りつつ、海外も含めた臨床研究の推進などによって、新たな治療薬の研究開発を支援をし、そうした治療薬が一日でも早く使用できるよう、我々としても体制を構築していきたいと考えております。それからもう1点、5ページ目の1つ目の丸になりますが、ワクチンであります。来年前半までに全国民に提供できる数量の確保を目指し、国内外を問わず、ワクチンの供給に関する契約の締結を進めてまいります。また、国が主導して身近な地域で接種できる仕組みなどを構築していくとともに、2009年の新型インフルエンザの際にも、我が国や諸外国で同様の措置が取られたところでありますが、ワクチンによる健康被害を賠償すること等により、製薬企業に生じた損失を国が保証することができるよう、接種の開始前までに法的措置を講ずることといたします。
ワクチンの確保については法的措置を講ずるという重要な行政上の方針決定も含むことから、本日、別途閣議了解が行われたところであります。なお、ワクチンの交渉状況でありますが、ファイザー社とアストロゼネガ2社の話はすでにお話をいたしましたが、モデルナ社のワクチンについて、武田薬品工業株式会社による国内の販売流通の下で、来年上半期から4000万回分以上の供給を前提として、モデルナ社及び武田契約工業株式会社と現在、交渉を進めているところであります。それから4点目の最前線の医療機関や保健所への支援であります。これは赤文字で書かれた項目に絡むところであります。最前線で新型コロナウイルスに立ち向かっていただいております医療機関や保健所に対して強力に支援をしてまいります。4ページ目の1つ目の丸の中でありますが、患者を受け入れて必死の思いで治療に当たっておられる医療機関の経営が悪化をするようなことはあってはなりません。このため先般の二次補正予算による支援に加えて、こうした医療機関の安定的な経営を確保するためのさらなる支援を行います。また、新型コロナウイルス感染症患者への医療を含め、感染防止の観点から地域全体の医療提供体制を維持確保するための取り組みや支援も行ってまいります。4ページ目の3つ目の丸にかかる話でありますが、現場の医療従事者を感染から守るため、今後の感染状況にかかわらず、十分な量の医療物資を調達、備蓄するとともに、GMIS などにより医療機関における物資の状況を把握し、不足しそうな場合には、緊急配布できる体制を構築してまいります。また、5ページ目の5の1つ目の丸でありますが、保健所の皆様には、住民の方などからの相談、検査、入院の調整、積極的疫学調査の実施など、日々、大変な業務に取り組んでいただいているところであります。感染者が多数発生している地域の保健所を応援するため、全国から保健師等の専門職を緊急で派遣するスキームを構築をしてまいります。最後でありますが、感染症管理体制の強化、青い文字で記載している項目であります。感染症危機管理時において、迅速な情報集約、対策実施を可能とする危機管理体制を強化してまいります。5ページ目の6の1つ目の丸でありますが、国と自治体の権限役割の見直しや感染症危機管理における司令塔機能の強化を図ってまいります。また、感染症に関するさまざまな情報を国立感染研究所に集約をし、国立国際医療センターと連携をして、感染症の感染力や罹患した際の重篤性の迅速な評価、情報発信を可能とする仕組みを構築してまいります。また、6ページ目の1つ目の丸でありますが、疫学専門家の育成登録を行い、有事に国の要請で迅速に派遣できる仕組みを整備するとともに、必要な国立感染症研究所の体制強化も図ってまいります。新型コロナウイルス感染症は今後も我々の生活に大きな影響を及ぼすと考えておりますが、こうした中にあっても政府としては、高齢者の皆さんのなどの命を守り、感染拡大防止と経済活動の両立にしっかりと道筋をつけるため、これまで得られた新たな知見に基づく、今ご説明いたしました施策を確実に、強力に進めていきたいと考えております。改めて事業者の皆さんには、業種ごとの感染拡大防止予防ガイドラインの遵守をお願いするとともに、国民の皆さん方には引き続き3つの密を大声を上げる環境を回避をしていただく、マスクの着用や手指消毒、換気の徹底など基本的な感染対策を行い、新しい生活様式を実践をしていただければと思っております。もう1点ございます。雇用調整助成金などについてであります。雇用調整助成金については、今般の感染症の影響を踏まえ、助成額上限の1万5000円の引き上げ、助成率最大10分の10円の引き上げなど、これまでの前例にない特例措置を講じてきているところであります。合わせて事務処理や資金繰りの面から休業手当の支払いもままならない中小企業の
労働者を支援するため、労働者本人が申請できる新型コロナウイルス感染症対策休業支援金制度を創設をいたしました。こうした特例措置については9月末に期限を迎えることとなっておりますが、現下の情勢を踏まえ、引き続き雇用を維持し、働く皆さんの暮らしを守るため、12月末まで延長いたします。その上で、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数、失業者数が急増するなど、雇用情勢が大きく悪化しない限り、段階的に通常の制度に戻していくものとしております。また、現在も一部の学校や施設等によって集団感染が見られることもあり、小学校休業等対応助成金、支援金や、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金についても、9月末となっている期限を12月末まで延長することにしたいます。合わせて、新たな日常の下で経済社会活動に適合した雇用の実現に向けた総合的な支援の在り方も検討していきたいと考えております。私の方からは以上であります。